こんにちは、かなおです。今回は、猛獣はなぜ人を襲うのか、新しい仮説が発表される、について考察していきます。日本は幸いにも猛獣が少ない土地柄です。昔はニホンオオカミがいたのですが、明治期に絶滅したとされており、ニホンオオカミもエゾオオカミも現代は存在しません。それはそれでとても寂しいのですけどね。他に日本で猛獣と言われるものは、クマくらいになります。本州では、ツキノワグマ、北海道ではヒグマです。しかしクマも、基本的には人を避けるので、襲われることはあまりありません。クマの方から遠ざかります。海外では、日本に比べて、多くの猛獣が生息しており、アジアですとインドなどは、非常に多いイメージですね。アフリカは北部を除けば猛獣だらけのイメージがあります。まずは今まで公式記録のあるもので犠牲になった人数別にランキングして傾向を見てみたいと思います。公式記録に残っている中で一番人を食った個体はベンガルトラで、ネパールとインドの2国で436人を食ったと言われているチャンパワトの虎と言われています。これは19世紀の話であり、すでにライフルなど銃器があった時代の話です。そんな時代に436人も人が食い殺されるとかびっくりしますけど、実際に記録に残っています。2番目は、これもインドになりますが、約400人を食ったパナールの豹と言われています。いずれもイギリス人の軍人で、狩猟家でもあるジム・コルベット大佐という人物に射殺されています。3番目はまたしてもインドです。中央州のインド豹。犠牲者数は約150名です。この豹は大変ずる賢く、女性と子供だけを狙い食っています。最後は人が夜間に出歩かなくなり、餌に困ったのか、牧場のヤギを襲い、牧場主に射殺されています。4番目もインドです。ルドラプラヤッグの豹で、125人以上と言われています。この豹もジム・コルベット大佐に射殺されています。5番目は、中世の欧州になります。映画にもなった有名なジェボーダンの獣です。犠牲者数は113人ですが、食われていたのは98名とされています。未だに正確に動物種は特定されていないのですが、目撃者が残した記録などから、現在ではハイエナだったのではないかとされています。記録に残った特徴からは、狼とかけ離れていたようで、むしろハイエナと考えると特徴が一致するようです。ですが、当時の人々はハイエナを知らなかったようで、特定できなかったと思われます。ご存知の通り、ハイエナは欧州にはいないのですが、アフリカから何らかの理由で持ち込まれ、逃げたのではないかとされています。1767年に地元の猟師に射殺されています。6番目は、今度もインドに戻りまして、ジャウガーの虎。犠牲者は64名です。7番目もインドでガンマラパーのインド豹。犠牲者は42名です。8番目はアフリカでサボの人食いライオン。犠牲者は35人です。これはゴースト&ダークネスという映画にもなっていますね。カナオはこの映画見たことあります。マイケル・ダグラスとバル・キルマー主演です。かなりハラハラドキドキして面白かったです。興味のある方は、ぜひご覧になってみてください。実は、この人食いライオンですが、2頭おりまして、兄弟であったと推定されています。したがって、個体あたりで考えると、犠牲者数は半分になりますが、このまま8番目とします。
ランキングが目的ではないので、犠牲者の多い順に8位までランキングしましたが、皆さん何かお気づきですよね。8件の事件のうち実に7件が猫科です。ハイエナが1匹いるだけで、あとはすべて猫科となります。しかし、ハイエナも犬に近いように見えますが、猫は目ハイエナ科で、猫科の親戚です。そうなると8件が猫科または猫科の禁煙ということになります。実は、猫科は、トラ、ライオン、ヒョウ、ピューマをはじめとして、古来より最も人を食った動物種ではないかと推定されています。人間にとっては、虫に次いで天敵だったのが猫科の捕食動物だったようです。サーベルタイガーに頭をガブリとやられた化石とかも発見されています。まあ、犬科より種類も多いですし、狩りもうまいようですから、一概に比較はできないのでしょうけど、犬科の狼も人を襲ったという記録はあるのですが、一度味を占めて襲い続けるという事件はあまり聞きません。しかし、猫科と熊は人の味を覚えると襲い続ける傾向があるようです。味を覚える原因は何らかの理由による食人です。問題は、その個体にとっての最初の食人がなぜ行われたかということになりますね。日本などは人が亡くなった時には土を2メートル程度まで掘って動物が掘り起こさないように埋めますが、どうもインドやアフリカでは疫病などで人が大量に死ぬと埋めずに谷とかに捨てていたようです。そのため動物が死体を漁り、人の味を覚えたのではないかと言われています。ただ、この説も仮説であり、裏付けは十分ではありません。猫科の猛獣は本来は死体を漁ったりしませんが、餌がない時などは漁るようです。自然災害や人の進出で餌が不足するということも考えられますが、他にも新しい仮説が出てきています。新しい仮説とは、歯の疾患で硬い草食動物の肉が食べられず、死肉を漁ったのではないか、そしてそこで人の死体を食べることにより、人の味と人の肉の柔らかさを覚えたというものです。人食いの個体は、歯の疾患で歯茎や歯の根を痛めており、大型草食動物の筋肉隆々の硬い肉が食べられず、柔らかい肉である人間を襲っていたという説です。これは、ツァボの人食いライオンの歯を調べた学者が、歯がすり減っておらず、動物園で柔らかい肉だけ食べていたライオンの歯と酷似していることに気づき、生まれた仮説です。野生のライオンであれば狩りをし、骨付きの肉を貪るので、骨と歯が当たって、微細摩耗の痕跡が残るようです。しかし、ツァボの人食いライオンの歯には、微細摩耗の痕跡がなく、根線周囲脳症という歯の根の疾患があったようです。ただ、人を食っても骨付きなので、骨と歯が当たりそうな気がしますけど、柔らかいからがりなりしなくても肉が食べられるのかもしれません。この説は、まだ十分な裏付けが取れておらず、仮説の段階で、他の仮説についても十分認められたものはなく、現時点で猛獣が人を襲う理由は未解明です。ただ、毎年犠牲者が出ていることも事実であり、どちらかというと、人を避ける猛獣が、なぜ人を突然襲い始めるのか未だに解明されていません。稀に動物園やサファリパークなど、餌が十分に与えられており、人に慣れているはずの環境でも発生しますよね。ただ、猫科が人を襲う率は、犬科より高い気はしました。狼に育てられた野生児は聞きますが、猫科動物に育てられた野生児はあまり聞きませんし、猫科とは親和性が低いのでしょうかね。飼い猫を見ている限りはそう思わないのですけど、奥深い親和性とかにも原因があるのでしょうか。今後、猛獣が人を襲う理由が解明されたとき、意外な結果が出そうな気がしています。根拠はないのですけど。ご視聴ありがとうございました。今回の動画はいかがでしたでしょうか。もしよろしければ、チャンネル登録といいねをお願いいたします。今後も皆様の持つ謎や不思議を考察していきたいと思います。